濡れた固く絞ったタオル。よいしょ。はい、皆さんこんにちは。車の大山画家シノピーです。今回はね、こちらストナーのクリーン&リペルという商品をねちょっと使ってみようかなと思います。でこれどういったものかっていうと、ガラスクリーナー&撥水コート。要はこれを施工すると、油膜も取れて撥水効果も得られますよと、一石二鳥の商品になります。で僕がね、今まで使ってきた一石二鳥系のこれ1本で2つの効果が得られるものって、その2つの効果を合わせて 100%、100点満点っていうのかな。だからそのクリーナーとしては50点で、撥水効果としても50点で、合わせて100点みたいな、中途半端っていう言い方はおかしいんだけど、両方効果を得られることによって、その100点100点の200点のものが今までね出てきたことがないし、両方合わせて100点のものだろうなという気持ちでいつも購入しています。劇的な撥水効果を得られるかどうかはちょっと分かんないんだけど、実際に使ってみてこんな感じの撥水力ですよみたいなのをお伝えできればいいかなと思っています。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回こちらの車にストナーのクリーンリペルを施工していこうと思います。まず運転席側だね。最初ね、撥水力を比較したいので、運転席側にこのクリーンリペルを施工して、助手席側にハイブリッドストロングを施工しようと思います。で使い方なんだけど、容器をよく振ってから噴射口のロックを解除してガラス面にスプレーして、液が乾く前に乾いた布で塗り伸ばしながら汚れを拭き取っていくと。その前に現状のガラスの状態です。こういった感じ。油膜もついてるし、撥水剤は何も施工されていない状態で、大量に水をかけると浸水状態になるかな。両方とも同じです。これがどういう風に変わるのかっていうところも見ていこうと思います。はい、そしたらガラスが乾いたので施工していきます。でクリーナー付きだから、ガラスが乾いた状態での施工なんだと思う。容器をよく振ってガラスにかける。やばい、垂れてきた。で乾いたクロスで拭く。綺麗になってる。で拭き上げやすい。本当ガラスクリーナーより使い方としては。で僕が思うにね、そんな撥水効果っていうのはもう撥水してんなだけど、そんな大げさな撥水効果、超撥水みたいなのは得られないかもしれないけど、このねクリーン&リペルを施工したところがこうかけると、もうちょっと水が弾いているので、撥水は間違いなくしているね。それがどれぐらいの撥水力なのかっていうのを一応ねハイブリッドストロングで比較しようと思います。施工はねすごい楽で、アメリカのものだから容器もねすごい大きい。でこれで1200円ぐらいでしょ。最初ちょっと高いかなと思ったんだけど、そんな量もね使わないし、たくさん入っているので、僕は大きさ的なところ、値段コスパ的なところで言うと今のところ十分かなと思っています。はい、施工終了になります。そしたらまず水をかけて撥水しているのかどうか。最初浸水状態だったので、そこの違いっていうのは分かると思うので、ちょっと水をかけてみます。じゃーん。撥水してるね。わかる？右が未施工で左が施工後。いいじゃんいいじゃん。こんな施工が楽でこれぐらい撥水すれば結構いいんじゃない？もうちょい近くで見てみます。ちょっと明るすぎるかな。大丈夫か。こういった感じ。施工も楽だしいいね。そしたら続いて反対側にハイブリッドストロングを施工して、撥水力の比較っていうのをやっていこうと思います。そしたらこちらの面ハイブリッドストロング塗っていきます。でここねクリーン&リペルと比べるとちょっと差が出過ぎちゃうので、何もしない状態で塗っていきます。届かないね。大きい車は大変だ。でもこの時点でクリーンリペルと比べると手間はかかるね。この後乾かさないといけないし、それ一旦乾かします。放置。はい、完全に乾いたので拭き上げていきます。
ちょっとこれ運転に支障が出る可能性がなきにしもあらずなので、いつも通り2度塗りしていきます。ムラになった場合は2度塗りすれば綺麗になるので、お試しあれ。いいでしょう。一旦放置。はい、乾いたので拭き上げていきます。いいでしょう。そしたらちょっと水をかけて撥水性能見ていきます。まずクリーン&リペル、撥水してるね。で続いてハイブリッドストロング。やっぱね、撥水力でいうとこの水残りの違い、ちょっと同時に真ん中ら辺かけてみようか。こういった感じ、両方とも同じぐらいの水の量をかけて止める。やっぱね、ハイブリッドストロングの方が撥水力は強いかな。はい、そしたら続いてサイド。僕はね、フロントガラスっていうよりこういうところにパパッと施工できるっていうのがこのね、クリーン&リペルの特徴じゃないのかなと。撥水力っていうよりは手軽さかな。で現状はこんな感じ。コーティング剤は何も施工していない状態で、油膜もちょっと残ってるね。この状態で時間ないけどちょっと撥水させたい、ガラスもきれいにさせたいみたいな感じでちょっと使ってみます。そしたら一旦ガラスを拭き取ります。でこの状態で乾いたクロスを用意して拭きかける。鱗はね取れないけど油膜は取れてるわ。これちょっとね映せないかな、油膜が取れてるところは。けど拭けばね、この取れてる感じが分かる。綺麗になっていく感じ。こういった感じだよね。鱗は残ってる。でアルコールっぽい感じなのですごい綺麗になります。簡単で水をかける。さっきと全然違うね。なんか疎水っぽい感じの動きになってるな。強撥水ではないっていうことは分かるけど効果は間違いなくある。これ窓の拭き上げ超楽じゃん。水滴残らずですよ。この辺がまたちょっとよく分かんないね。ガラスの角度によっても違うのかな。ちょっとあともう一面やってみます。3枚目。ここはのぺっとした感じで、鱗とかも残ってるのかな。油膜かな、これはちょっと弾いちゃってるの。とりあえずこんな感じです。この辺とかもね。でこの辺全体的にはちょっとのぺっとした感じ。ここに施工していこう。撥水力はね今一つっていうか、ハイブリッドストロングとかと比べると若干劣るんだけど、手軽さはねすごい楽だわ。でストナーってね、海外のなんか動画だったりなんか車系のテレビを見た時に結構使ってる人多いんだよね。これね USA No.1 って書いてあるから、これを施工していきます。もうほんと量多いのでもうたっぷり吹きかけても全然 OK。 この拭いてった時に油膜がね落ちていくのが分かるんですよ。これはね賛否両論だと思うよ。何も分からずに、撥水効果がすごいあるんだろうなと思って買った人はもしかしたら後悔するかもしれないし、逆にその洗浄効果も求めていて、パパッと仕上げやすい、これぐらいの撥水性能で十分っていう人だったら僕は十分だと思う。とりあえずね施工が終わったので水をかけてみます。こっちの方が弾いてるね、さっきより。すごい手軽。僕はいいと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらストナーのクリーン&リペルを使ってみました。で使ってみた感想なんだけど、正直に言うと撥水力っていうのは普通のガラスに使用する撥水剤に比べて劣ってるかなと思いますけど、これはクリーン&リペルということで、油膜とかもね落として撥水コートを施工するみたいな形になるので、この一つの商品で、両方の効果を得られるっていう風になったら結構万能なんじゃないのかなと僕は思います。で鱗の方は、やってみた感じ、落ちません。鱗はね結構頑固なので、溶剤だったりあと、研磨剤そういうのが入ってないと、落ちないのでしょうがないと思います。その代わりなんかアルコール成分みたいなのが入ってるのかな。すごい拭きやすくてガラス自体も綺麗になった。だから定期的にちゃちゃっと施工するのにいいのかなと。
これもね、時間ない時にちゃちゃっと拭き上げるよだったり、あと、ちょっと車に積んどいて出先でちょっとガラス汚れてるなっていう時にパパッと拭くような感じかな。で、大きさも結構大きいので、僕的には非常に使いやすいかなと。で、とりあえずもう撥水を求めたいっていう人にはちょっとおすすめできないけど、手軽にパパッと施工したい人、そういう人には僕はおすすめしたい一品だと思いました。なのでね、気になる方はぜひストーナーのクリーン&リペル購入してみてください。とりあえず今回はこんな感じで以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。